さて、今回はですね、工学、科学、そして哲学までもが、このたった一つの機械の中にギュッと凝縮された、もう本当に驚異的な物語に一緒に深く迫っていきたいと思います。まずこの数字。これが今この瞬間、地球からボイジャー1号までのおおよその距離です。254億キロメートル。これあまりに広大すぎて、光の速さですらこの距離を渡るのに丸1日近くかかっちゃうんですよ。しかも、ボイジャーは秒速およそ 17km、ライフルの弾丸の20倍以上のスピードで、今も太陽系から遠ざかってるっていうのにです。計算上はですね、2026年の11月頃、ボイジャー1号は地球からちょうど1光日、つまり光が1日かけて進む距離に達すると予測されています。人類が作ったものが到達した距離として、これはもう本当に象徴的なマイルストーンですよね。でも、この壮大な旅、決して順風満帆ってわけじゃなかったんです。2023年の後半、46年間もほとんど完璧に動き続けてきたボイジャー1号が突然意味不明なデータを送り始めたんです。どういうことかというと、信号はちゃんと届くのに中身が延々と繰り返される0と1の羅列で全く解読できない。これは人類の歴史上最も遠い場所で行われる修理、前代未聞の挑戦の始まりの合図でした。それでは、この前代未聞の遠隔手術、その驚くべきプロセスを詳しく見ていきましょうか。1970年代に作られた機械が抱えた問題を、エンジニアたちは数十億キロの彼方から一体どうやって解決したんでしょうか。5ヶ月にもわたる懸命な解析の末、NASA ジェット推進研究所のチームはついに原因を突き止めました。原因は探査機の頭脳ともいえる部分、フライトデータサブシステム、通称 FDS コンピューター。この FDS が観測データをまとめて地球に送れる形にパッケージングしてるんですが、その中のたった一つのメモリチップが壊れていたんです。ちなみにこの FDS って現代の車のキーフォブよりも処理能力が低いコンピューターなんですよ。そのメモリーのわずか 3%、たったの256バイトの領域がこの致命的な危機を引き起こしていたというわけです。さて、ここからが本当に面白いところなんですが、その解決策がとてつもなく独創的だったんです。もちろん、物理的にハードウェアを修理することなんてできませんよね。そこでチームがやったのは、いわば46歳のコンピューターに対するデジタルな脳外化手術でした。破損したメモリの部分はもう使わないことにして、ソフトウェア自体を機能ごとに細かくバラバラに分割するんです。そして残された健康なメモリのあちこちに散らばった断片的な領域にまるでパズルのピースをはめるように再配置していく。こんな緻密で前代未聞の試みだったんです。そして奇跡が起こります。この手術が成功したんです。この成功は半世紀近くも前の設計がどれだけ堅牢だったか、そして何よりそれを決して諦めなかったチームの卓越した技術力と執念の賜物というわけですね。ではそもそもこの壮大な旅はどうやって始まったんでしょうか。そのきっかけはまさに一生に一度と言えるような宇宙的な巡り合わせでした。1970年代の後半、太陽系の総惑星が見事に一直線に並んだんです。この配置を利用すれば、各惑星の重力をカタパルトみたいに使って加速する重力アシスト、いわゆるスイング倍工法が使えます。これによって最小限の燃料で太陽系の果てまで行ける。これは巨大な惑星の肯定エネルギーの一部を探査機がもらうっていう、まさに宇宙規模のビリヤードみたいなものなんです。それまで不可能だったミッションがついに現実のものになった瞬間でした。ボイジャー1号は堅牢性と冗長性を何よりも重視した1970年代の結晶です。動力源はプルトニウムの崩壊熱を電気に変える原子力電池 RTG。初期出力 470W っていうのは今の高性能パソコンよりも少ない電力ですね。そしてコンピューターのメモリ、これが約 68KB。これ今のスマホで撮った写真1枚のデータ容量よりもはるかに小さいんですよ。当初はたった5年のミッションを想定して設計されたのに、その旅は今や50年近くも続いています。では、ボイジャー1号のメインの目的だった惑星探査が一体どれだけ素晴らしい成果を上げたのか、それをちょっと見ていきましょう。これはもう文字通り教科書を書き換えるような発見の連続でした。例えば木星。
それまではその衛星たちは冷たくてしんど世界だろうって思われてたんです。ところが衛星イオで硫黄を吹き上げる活発な火山活動を発見。地球外で初めてです。土星では地上からは数本にしか見えなかった環が、実は数千もの繊細なリングレットの集まりだったことを明らかにしました。さらにエフリングでは2つの羊飼い衛星に導かれて、まるで編み込まれたような当時の軌道力学では説明できない奇妙な構造まで見つけたんです。さて、ここでミッションの運命を分ける非常に重要な決断が下されました。科学者たちは、さらに天王星や海王星を訪れる可能性をあえて捨てて、土星の衛星タイタンへの一度きりの接近探査を選んだんです。なぜかというと、タイタンは太陽系で唯一、窒素を主成分とする濃い大気を持つ衛星で、もしかしたら生命が生まれる前の原始の地球に似ているんじゃないかと考えられていたからなんですね。このサクリファイスフライバイ、つまり犠牲的な接近という決断が、ボイジャー1号が太陽系を完全に離脱する運命を決定づけたんです。主要な探査任務を終えてから10年後、ボイジャーは最も私的で、そして哲学的な任務を遂行することになります。ミッションの科学者だったカール・セーガンの強い提案で、チームは探査機に故郷である太陽系を最後に一度だけ振り返るように命令を送りました。これは太陽系の家族写真を撮るプロジェクトの一環でした。カメラが太陽の強い光で壊れてしまうリスクもあったんですが、それでもこの歴史的な撮影は決行されたんです。結果として送られてきた画像の中で、私たちの地球はわずか 0.12 ピクセルの淡く青い点として写っていました。ペイルブルードットですね。この一枚の写真は、私たちの世界を広大な宇宙という視点の中において、人類の自己認識にとてつもなく強烈なインパクトを与えました。私たちが知るすべての歴史、すべての喜び、すべての悲しみが、このちっぽけな一点の上で繰り広げられたんだという事実を突きつけたんです。惑星たちに別れを告げたボイジャーの次なる任務は、最後のフロンティア。つまり、太陽の影響が及ぶ範囲、太陽圏、ヘリオスフィアの果てを超えることでした。これも簡単な道のりではありませんでした。数十年をかけて、ボイジャー1号は、私たちの太陽が作り出す磁気の泡、ヘリオスフィアの層を一枚一枚着実に通過していきました。超音速の太陽風が亜音速に落ちる末端衝撃波面、そして太陽が銀河を進むことで生まれる乱気流の領域、ヘリオシース。最後に太陽風の圧力が星間物質の圧力と釣り合う最終境界、ヘリオポーズへと。でも、ここで一つ問題がありました。境界を直接観測するはずだった主要なプラズマ観測装置がもう壊れてしまっていたんです。じゃあ、どうやって境界を越えたと確信できたのか。答えは間接的なデータ、いわば状況証拠にありました。まず、太陽からやってくる低エネルギーの粒子の数がある時点からパタッとほぼゼロにまで減ったんです。逆に銀河の彼方から飛んでくる高エネルギーの宇宙船の量が劇的に増加した。これはもう太陽の保護金の外に出たかなり明確なサインですよね。そして、決定的な証拠がもたらされます。太陽からの巨大なフレア、つまり太陽嵐がボイジャーに到達したとき、探査機のアンテナが周囲のプラズマの振動を捉えたんです。その周波数を解析したところ、周囲のプラズマの密度がそれまでの領域に比べて約40倍も高いことが分かったんです。これが星間空間の密度として予測されていた値と完全に一致しました。この瞬間、史上初めて人類が作った物体が星々の間の回を航行し始めたことが確定したんです。では静かに、ただひたすらに旅を続けるボイジャー1号の究極の目的とは一体何なんでしょうか。それは、ある一つのメッセージを運ぶことなんです。その船体にはゴールデンレコードが取り付けられています。これは、もし万が一、他の知的文明がこれを見つけたときに、私たちの世界の物語を伝えるために設計されたタイムキャプセルです。まさに広大な宇宙の海に流された瓶詰めのメッセージ、ボトルメールなんですね。そして、そこに収められたメッセージは、決して形式ばったものばかりじゃないんです。このアモイ語の挨拶、すごくないですか？宇宙の友達、どうだい？もうご飯食べたかい？
時間があったら遊びに来てよ。すごく人間味があって温かいですよね。ちなみに日本語のメッセージは、こんにちは、お元気ですか？と、こちらも親しみを込めて語りかけます。おそらく2030年代頃にはその電力も尽きて、ボイジャーは完全に沈黙するでしょう。でも、その旅は永遠に続きます。私たち人類という種が存在しなくなった遥か未来まで。その旅はまだ始まったばかり。その本当の運命は、私たちの想像をはるかに超えた未来にあるんです。そう考えると、ボイジャー1号は単なる探査機ではありませんよね。それは私たちの尽きことのない好奇心の証であり、星々へと手を伸ばそうとする人類の象徴。そして銀河系に対する私たちの不滅の大志、そう言えるんじゃないでしょうか。